それでは On the Fly Suggestions of Rewriting Method Applications というタイトルで発表いたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。Ruby 会議、ようやく最後のセッションですね。松のキーノートを除いて。皆さん結構疲れてますかね？疲れてない？元気そうでありがとうございます。私、この発表本当に最後なんで、この3日間ずっと気が気でなかったんですけども、ちょっと最後まで走り抜けたいなというふうに思っております。で、ちょっと頑張っていきますので、Ruby 会議 C で X なり、Discord なりで感想やコメントいただけると嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。はい、名乗り忘れましたけれども、大場と申しまして、スマートバンクという会社からやってまいりました。インターネットでは OHBARYE というアカウントで私を見つけることができます。で、私がいるスマートバンクではハックスポンサーという形でこういう芝を引いていたんですけども、利用されたって方どれぐらいいらっしゃいますか？この芝使ったよっていう方。結構いらっしゃいます。ありがとうございます。はい、この後も使ってねみたいなことを言おうと思ってたんですけども、撤収してしまったので、はい、この話はちょっと小さく宣伝という形で留めておきます。さて、ここから本題に入っていくんですけども、今日のテーマはですね、デプリケーションの話ですね。皆さんこれまでに見たデプリケーションワーニングの数って覚えてますか？おそらく覚えていらっしゃらないぐらいの数をですね、プログラマーとして見てきたと思うんですけども、今日はですね、そういったデプリケーションワーニングの対応するっていう、プログラミングの世界の普遍の課題みたいなところをですね、一緒に考えていきたいなというふうに思っております。なので、そのワーニングを出す側の言語の作者やライブラリの作者、それを利用する側のユーザー両方にとって関係する話題なのかなというふうに考えております。またそれらに関係するだけじゃなくて、もっといいやり方ないかなというふうに考えていらっしゃる方とか、より良いやり方を一緒に模索したいなっていう方を対象にして今日の発表させてもらおうかなと思います。で、今日はですね、せっかくなので最初にまずちょっとデモで私がどういったものを実現してきて持ってきているかという話をさせてもらおうかなと思います。動画を動かしますね。まずライブラリのコードにこういうレガシーというライブラリがオールドメソッドとニューメソッドっていう名前の通りのものがあるとして、でこれを書き換えるっていう宣言をライブラリの作者がしたとしますと。でユーザーのコードでは古い方を使ってるんだけども、それを実行したタイミングでちょっと上の方がですねちょっと早すぎたんですけど、一瞬でこう書き換わる、みたいな体験を提供できたら、デプリケーションの解消っていう作業がすごく楽になるのではないかというものですね。今のは単純なリネームメソッドをしただけだったのですごくシンプルに思えたかもしれないんですけども、もうちょい複雑な例とかもあります。例えば第1第2引数で受け取ってたんだけど、これからはキーワード引数を使ってくださいみたいなデプリケーションよくあると思うんですけども、こういったものもちょっと複雑な変換ルールをライブラリの作者が定義してあげる。で使ってるユーザーコードをテストなりローカルなりで実行すると、そうするとこのようにコードが書き換わるといったような機能の提案みたいなものを今回はしていきたいなというふうに思っております。今日はですね、4つの大きなトピックを設けております。デプリケーションという問題そもそもの概要みたいなところを簡単にお話して、あとはこのデプリケーションとは Ruby だけの問題じゃなくてプログラミング言語一般の話なので、他の言語でどのようにこういったデプリケーションを扱っているのかっていうところをちょっと学んできたので、そちらもご紹介します。その後に私が実装したデプリライター Ruby というジェムがあるので、そちらの実装の詳細に入り、将来の展望を最後に話して終わりという形になります。まずはじめですね、デプリケーションプログラムオーバービューという形で、デプリケーション何なのかという話をするんですけども、ここは非常にさらっと皆さんご存知だと思うので流そうかなと思っております。ある機能をデプリケートするっていうのは、要は将来的に廃止するために、徐々にこう新しい方に移ってねとか、そもそも使わないようにしてねっていうふうに移行していく流れなんですけども、これはそうですね、ライブラリの作者なり言語の作者なりが提案するものになっています。大体このような流れになるっていうのを簡単におさらいしておくと、そうですね。まずライブラリの作者が、こっちかな。こっちないかな。すみません、ちょっとスポットライトが効かないんですが、ちょっと口頭で説明しますね。一番左のところが、古いメソッドをライブラリの作者が、提供して、で、ユーザーが使い始めると。で、どっかのタイミングで新しい機能を追加して、やっぱり古い機能を使わないでねっていうふうになると、そのタイミングでユーザー側にワーニングが出始める。で、最終的には、その古い機能はライブラリの作者によって取り除かれて、ユーザー側がそれを使おうとしたらコードが壊れるってことが起きるという流れですね。よくある流れかと思います。でこの時にこの移行の期間が長いことによって、そのユーザー側の方で書き換えるコストが生じたりとか、あとはライブラリの作者とか言語の作者側としても早く移行してほしいなというところで、2つのものを並行で運用するコストがどんどんかかっていくというものになっております。このように時間がかかるとか、もしくはコードを修正した時にエラーが起きてしまう、移行パスが不十分だったりとか、あとは本来やりたいことってそのデプリケーションワーニングに対応することじゃなくて別のことをやりたいはずなので、そのための集中数値が取れないみたいなところの課題につながってきます。現状こうした課題があった時に Ruby のエコシステムでは主にこういったアプローチが取られているので一つ一つ見ていきます。
1つ目がドキュメンテーション、一番分かりやすいものですね。リードミーやチェンジログにこれからこういう機能使えなくなりますよっていうことを説明したりだったりとか、あとはコード上にヤードでコメントをつけて、これはもうデプリケートですよということをコード上でも表現したりすることもできます。2つ目はランタイムでワーニングを出すですね。呼び出された時にこれはもう使えないからねっていうことを示してあげるという形ですね。これはやる方法がいくつかあって、ワーニングモジュールやったりとか、ジェムデプリケートモジュール、あとはアクティブサポートデプリケーションといったものも存在します。3つ目が静的解析や動的解析によってこの問題に対処するというやり方になります。例えばルボコップの中にはですね、デプリケーティブな定数を取り除くとか、クラスメソッド、デプリケーティブなクラスメソッドを除くみたいなところのコップも存在していたりもします。あとは Shopify 社が提供しているデプリケーショントゥールキットっていうものがありまして、これはランタイムで表示されている警告というのを収集して、それを徐々に消していくっていう、全身的なアプローチを取るためのツールだったりしますと。じゃあこういったアプローチがある中で理想的な流れってどうなんだろうみたいなことを少し考えたときに、2021年の GitLab 社の記事が私の中ではとても参考になりました。これどういうものかというと、一つの前のところで紹介したデプリケーショントゥールキットを使ってランタイムでワーニングの情報を集めます。で次にその集められたワーニングに対しての解消するコップを書いて、ルボコップのルールを書いて、でそれで変換をかけるっていう2つのアプローチの組み合わせだったんですね。その2つというのがランタイムでデプリケーションを集めるということと、自動的に修正するということですね。これらを組み合わせることでより良い開発者体験というのをもたらせるんじゃないかなというふうに考えております。はい。今はRuby の話をしたんですけれども、じゃあ他の言語って最近どんなふうにデプリケーション対応しているのかというところを見ていきたいなと思います。いくつかメジャーな言語を持ってきてたんですけども、ここパールの間なのにパールを忘れてしまって本当申し訳なかったんですけども、はい、この辺のところの言語をちょっと持ってきております。ワーニングモジュールみたいなもので警告を出したりだったりとか、あとはデプリケーティッドっていうタグをつける、タグとかアトリビュートとかアノテーションと呼ばれているものをつけて、これはもう使えないってことを宣言する。このあたりは似たような形ですね。で、ちょっと面白いなと思ったのは、C# だったりラストだったり新しい言語とか長くやって静的な片付けがついてる言語だと自動的に ID で修正ができてだったりとか、あとはコマンド一つで修正できるみたいな機能もあったりするんですね。こういったものを見ていく中でデプリケーションワーニングの対応もこのようにエボリューションというか進化のステップを踏んでいくんじゃないかなというのがなんとなく見えてきたりしております。でもう一つですね、ちょっとマイナーだとは思うんですけれども注目したいなと思っている今回の発表の元になった言語があるのでそちらを紹介します。それがですね、ファロという言語なんですけども、ご存知の方とかっていらっしゃいますか？すごい見事にいないって感じですね。今日はこれを持ってきてよかったと思うんですけども、これはスモールドックベースのオブジェクト指向の言語になってまして、こちらの言語を使ったまさに私が話しているアイデアのような、ランタイムで自動的に書き換えるという、デプリライターというそのままの名前のツールがあるんですね。これ2022年の論文とかも出たりしております。でこれはこんな感じのシンタックスになっているんですけれども、真ん中にあるようにこのメソッドはデプリケーティブですよっていうふうにマークすること自体は我々がやっていることと一緒なんですけども、トランスフォームウィズっていう変換ルールを同時に書いてあげるんですね。デプリケーションだけじゃなくて、デプリケーティブってマークするだけじゃなくて、このように変換してくださいねっていう命令がありますと。でこれを使うとどうなるかというと、まさに先ほどのデモでやったようなことが起きます。これはファロ言語をちょっと動かしているデモなんですけれども、こんな感じですね。古いメソッドがあるので、これはこのルールで書き換えてくださいね、もう使わないでくださいねってことを宣言します。でそれを利用しているユーザーコード、今回テストですけども、これがあって、でこのテストを実行すると、同じようにコードが書き換わっていく。であとはログでデプリケートだったものを書き換えましたよみたいなログが出るっていうものですね。はい、これ非常に面白いなと思って先ほどの論文を読んだり、実際の挙動を触って確かめたりしたんですけれども、内部的にはこのような挙動になっております。詳しくは論文の方を見ていただければいいかと思うのでさらっと流しますけれども、まず一番最初に左側でライブラリの作者がそのルールを定義する。でその次はもうユーザーがそのコードを実行させたときにはランタイムでコードの修正に至るまでの挙動が全て流れていくという形になります。で中では内部的には古いメソッドが呼ばれたときに、デプリケーティブなメソッドが呼ばれたときに例外を発生させて、その例外をキャッチしてその呼び出し元のところを書き換えて、あとは実行を継続させていくっていう形になります。コードの実行中にそれを止めることなく書き換えて進めていくみたいなアプローチをとっています。でなぜランタイムなのかという話なんですけども、これは結構 Ruby にも近しいものが得られるものがあるなと思っていて、やっぱり動的な片付けの言語の場合だと静的な解析によって過不足の修正っていうのが発生してしまうんですね。どうしても少なすぎたりとか多すぎたりしてしまうということがあると。
例えばの例で言うと、ログっていうメソッドがあります。でこのログがロギングライブラリに属しているのか、それともマス、数学のライブラリに属しているのかっていうのがパッとわからない、性的にはわからないってことがあったりもします。実際にこの論文の中だと、ファロっていう言語の中では is-nil っていうメソッドがあるんですけれども、そのメソッドが3109回呼び出されていて、かつ定義されている場所が346クラス、オーバーライドされたりするので、どこを安全に書けばいいのかっていうことが実行しなければわからなかったみたいなことが述べられていました。この論文を読んで私の中ではこれを Ruby に持ってきたら結構面白いんじゃないかとか、そもそも実現できるのかみたいなことを考えてやってみたというものになります。これもまたちょっと簡単な例をさらっと流していきますけれども、ライブラリの作者がレガシークラスをメンテナンスしています。新しいニューメソッドを追加したので、オールドメソッドはデプリケーションします。これまではヤードコメント書いたり、ワーニングを出したりしてきたんですけれども、デプロイライターを使うと先ほどのファロの言語と同じようにライブラリの作者がこう変換してねっていうルールを宣言してあげる。でその宣言が含まれているものをユーザーが実行すると勝手にユーザーのコードが書き換わる。ないしはログに出力するであったりとか、もしくは適用可能なパッチとして出力するみたいなモードを設けている形ですね。ここからですね、実際にそれを実現してみたときに、どういった部分が課題だったのかというか、あとは内部的にはどういうことをやってこの機能を Ruby に持ち込むことができたのかという話をしていきたいと思います。まずはじめですね、デプリライター in Ruby のデザインの話をしていくんですけれども、ここからはデプリライターという時には元々のファロのやつじゃなくて、私が実装した Ruby の実装の方を指す形でデプリライターというふうに言っていきたいというふうに思います。そうですね、先ほど見たファロのデプリライターのワークフローの振り返りなんですけども、ライブラリの作者が定義する、あとはユーザーがコードを実行したら内部的に自動的に書き換わるというような話だったんですけれども、これ Ruby でやろうと思った時にはまだまだちょっと課題あるなというふうにまず最初思いました。例えばですけれども、一番左のところで、これがそのファロと違って言語組み込みの機能として存在しているわけではないので、私がジェムを作ったけども、それをライブラリの作者はみんなが使わなければいけないであったりとか、あとは例外を創出してハンドリングするというアプローチをファロは取ってるんですけども、別に Ruby は例外を創出しなくてもメソッドをインターセプトする、メソッドインターセプションとかメソッドエリアシングみたいな仕組みがあるので、それを使えばいいなとか、あとはそうですね、呼び出し元を特定するっていうので、呼び出し元を特定するのは簡単にできるんですけど、正確な位置を特定して、変換のために必要な情報を集めるってことをどうするのか、みたいなことを考えなければいけませんでした。でこれらを考えた上で、完全なフローはこのようになるんですけども、ここを詳細読まなくてもちょっと後ほど詳しく説明していきます。でこのフローの中でもやっぱりいくつか今回チャレンジャーなと思ったことがあったのでまとめていくと、まずその変換のルールをどう書くかっていうところですね。先ほどちょっと見慣れないRuby でもないようなシンタックスがあってそれを使ったんですけども、それがどういうものなのかっていう話ですね。あとはコードの変換っていうのをどういうふうに行うのか。3つ目が、コードの実行時の書き換えって安全なのかどうかという話。で最後には、こういったアプローチみたいなのが、Ruby のエコシステムがどんなふうに受け入れられるのかとか適用可能なのかみたいなところを掘り下げて考えてきております。なので今日大きくこの実装パートでは4つのポイントを話したいなと思っています。前半の3つが実装に関するところで、最後の1つがエコシステム全体の話として考えてみたことになります。まず1点目のところですね、どのように変換ルールを定義するかというところなんですけども、今回このようなシグネチャーで私のデプリライターの方ではメソッドを定義しています。デプリライトというメソッドがあって、第一引数でデプリケートの対象のメソッド名をシンボルで渡します。で from と to には変換したいコードの対象を from で書いて、to にはその変換ルールみたいなものを書く流れになっています。このシンタックス、見慣れないものだとは思うんですけども、実は内部的にはですね、別のジェムを今使っていて、シンバートというジェムを使っております。結構長くから Ruby 会来られている方とかだと、2014年のこの講演見られた方もいるかもしれないんですけども、これがですね、近年も開発続いておりまして、コードを静的に変換するためのツールとして使われております。これはAST ベースでの Ruby コードの変換になってするツールになってまして、内部的にはですね、いくつかのパーサーを選べるんですけども、最近プリズムにも対応していったので、今回それをちょっと活用することにしております。また内部の実装がですね、結構ノードクエリ Ruby とかノードミューテーション Ruby という形で細かく切り出されているので、その切り出されたジェムを使うことで私の今回のデプリライターの実装に反映させています。具体的な使い方、今のシンバートの中身のノードミューテーションというものの使い方をちょっとだけ見てみると、このようにクラスをプリズムアダプターを入して、でリプレイスメントという形で変換のルールを書いてあげる。
で変換したいコード、ここは今文字列で直接書いてますけども、オリジナルコードイコールオールドメソッドですね。このオールドメソッドを、プリズムのコールノードの形で一回取得し直してあげて、でそのコールノードと上にあるリプレイスメントの変換レールをセットで渡してあげると、新しいメソッドを変換した後のメソッド呼び出しの形が得られるというものになります。ここでのポイントを押さえてほしいところとしては、プリズムのコールノードさえ取得できれば、あとはシンバートで吉田に変換ができるというものになります。こういった形で変換のルールの定義の仕方を一旦シンバートが借用する形でクリアしていきます。じゃあ実際どうやってコードを変換するのかのよりちょっと深いところの話に入っていきたいと思います。先ほどからこのデプロイライトというメソッドを呼び出す例を出してるんですけども、このメソッドの中身ってじゃあどうなっているのというところを見ていきます。それがですね、このような形になってまして、デプリライトの下に大物にクラスイバルが登場していて、先ほどの例にいきますね、このクラスのコンテクストでデプリライトを呼び出すと、そのクラスの文脈でこれが評価されます。で、エイリアスメソッドを使っているのは、もともと定義されていたオールドメソッドを別の名前で一旦対比させてあげて、でディファインメソッドで同じ名前のメソッドをまた定義し直すという形ですね。はい。メソッドコールインターセプションとかっていうふうに言われるパターンみたいです。でこれを使って真ん中のところでトランスフォーメーションロジックを実行してあげた後に最終的に古いものを呼び出し直すという形になっています。はい、これはジェムデプリケートっていう、今存在しているものがあるんですけど、そこでやってることとほぼ似たようなことを実現しています。でこの次のトランスフォーメーションロジックのところの中身に入っていくと、まずはじめに呼び出し元を取得しますと。これはその古いメソッドを書き換えた後なので、書き換えるというか、中身をちょっといじってるところになっていて、古いメソッドが呼び出されたらこのような形で、じゃあそれ誰が呼び出したのかっていうことを取得して、でその呼び出したところの呼び出し元のコードをガッとファイルごと読み込むという形をとっています。でこのソースファイルを何に使うかというと、このソースファイルをもうそのままプリズムを使って、AST のトラバーサルをしてコールノードを特定するというところまでやるためにこのソースファイルを読み込んでいたのでした。プリズムの詳細は割愛しますけど、このような形で最終的にはプリズムコールノードを得られる形になります。プリズムコールノードっていう言葉を出してたんですけど、具体的にちょっとAST に馴染みない方にも紹介すると、ざっくりとこのコードの中身の青掛けの部分ですね、青い部分のところになっていて、メソッドの呼び出しとレシーバーと引数の全体を表現しているものというふうに理解いただければと思います。で次がですね、メソッドの呼び出し箇所がここは本当に書き換えるべきなのかっていうところで、from というルールをどう使っているかってことですね。先ほど同様そのプリズムのビジターを使って呼び出し元のコードを解析してるんですけども、その時にですね、なんで from が必要なのかでいうと、呼び出し元って特定できるんじゃないかって思うかもしれないんですけども、呼び出されたけどこの呼び出し方は別に書き換えなくていいってこともあるんですね。さっきの例みたいに第1第2奇数を1引数で渡している時は書き換えたいんだけど、キーワード奇数で渡している場合は別に書き換えなくてもいいってあった時に、そこをより厳密な from のルールを書くことで書き換え対象かどうかってことを判定するようにしています。で書き換えた後の流れとか、書き換えた途中のコードのくっつけ方みたいなところがこう出ていて、要は変換するコードと、その変換対象の手前と後ろの部分を最終的にくっつけてあげたら書き換えた後のソースファイルの中身が出来上がるという形ですね。先ほどの例のような形で言うとこんな形になります。青い部分が書き換えたコールノードになっていて、で手前の部分の緑の部分と赤い部分というのは一切変わらない状態で書き換えたいソースコード、書き換えた後のソースコードが得られるというものになります。でコードの変換のところは先ほどプリズムのプリズムじゃないですね、失礼しました。ノードミューテーションのコードの例を見たので、そことほぼ同じで、取得したコールノードとユーザーがライブラリオーサーが定義した変換ルールを渡してあげれば変換後のものが得られる形ですね。こんなことをすることによって書き換えたいメソッドが左から右のように書き換わっていくというものになります。でここに出しているのは非常にシンプルなメソッドをリネームするというだけのデプリケーションなんですけども、世の中にはもっとたくさんパターンはあって、シンプルにメソッドのデプリケーションというものだけで言っても、メソッドの名前の書き換え、引数の追加、引数の削除、あとは引数の型を変えるとか、レシーバーを変えるとか、そもそもメソッドとかを消してしまうみたいな、移行先がないみたいなものもあったりするので、ちょっとまだ全てに対応することはできなかったり、原理的に対応できないみたいなものもあったりはします。でここではそのメソッドのデプリケーションの話なんですけど、デプリケーションでいうと本当はもっと広くて、それこそ朝の
Ruby Committers and Worldで話していたような、この機能自体を廃止するみたいなものになってくると、ちょっとここでは対応できないというところで、一旦スコープ外という形になっています。で、次ですね、ランタイムでコードを書き換えることがセーフなのか、平和なのかっていう話なんですけども、多分あんま安全じゃないよねというふうには思っております。で、一応それができるかできないかみたいなことは考えてはいるんですけども、いくつかアプローチがあって、一つは、コーラーのファイル、呼び出し元のファイルを書き換えてあげて、で、もうそれをロードし直すみたいなこともランタイムでできるっちゃできます。実はファローはこれに近いことをやってるんですけども、Ruby の場合はそんなに安全じゃないみたいなことは分かっています。コードのその書き換えた対象より手前の部分とか後ろの部分とかでのコードの実行もまた行われてしまうので、実行されてほしくないところが勝手に実行されてしまったりだとか、定数がまた上書きされてしまったりだとか、いろんな問題があったりします。あとはよりもうちょっと頑張ると、コーラーを特定します。で、コーラーのメソッドを書き換えて、で、そのコーラーのメソッドの部分だけをモンキーパッチで当てるみたいなことも考えられます。これはちょっと我々の実装は複雑になるんですけども、やることはできそうだということは分かりました。ただ、現実的にプロダクションで動いているコードをそのままランタイムで書き換えて嬉しいみたいな人がいるかといったらあんまりいないのかなというふうに思っていて、私が作ったレプリライターの方では、主にテスト環境やローカル環境での使用というのを前提として考えています。なので、出力結果というのも3つのモードをですね、振る舞いを用意しておりまして、ログで出力しますというのと、パッチファイルを出力する diff モードというもの。で、最後に直接ファイルを危険だけど書き換えるというものですね。冒頭で見たのは書き換えっていう、割とデンジャラスだけど派手なやつを見せたので、ログにだけ出しますみたいなものもお見せします。はい、これはプログラムを実行したときに、ユーザーコードは変わらないんだけども、こういうふうなパッチを当てれば、このデプリケーションを解消できるよっていうことを提案するものですね。で、2つ目がですね、diff モードですね。これはですね、今みたいな diff、ログに出ていたような diff をですね、ファイルとして出力するものになります。ユーザーコードを実行すると、diff.diff パッチファイルが吐き出されて、で、このパッチファイルをユーザーが任意のタイミングで適用することができるというものですね。パッチをアプライしてやると上の部分のコードが切り替わるという形ですね。こういった形でデプリケーティッドなメソッドを呼び出しているところを見つけて、diff パッチファイルだけ吐き出してあげて、後でまとめて適用するみたいなこともできたりします。で、もともと最初は書き換えかログかっていうところで考えたんですけども、このパッチファイル適用したら面白いんじゃないかみたいなアイデアは同僚のおしょうゆさんという方にちょっといただいたので、ちょっとこの場で謝辞を述べたいなというふうに思っております。はい。このように3つのモードを用意していて、それぞれどのような環境で使うかっていうのを使い分けてもらうみたいなことを想定してデプリケーターの方は実装しております。ステージングでこれをオンにして出しっぱなしにするみたいなこともできますし、ローカルとかテスト環境ではもうそのままがっつり書き換えてしまうとか、パッチファイルだけ出してそれを適用するみたいなことはできると思います。で、この diff パッチファイルの出力をどうやってやってるかってことは、そんなに難しいことはなくて、ちょっと力技でやったりとか、あとは自分でパッチのフォーマットに書き換えてやったりとかしているとかですね。じゃあ最後のパートで、こういうアプローチが Ruby のエコシステムで受けられるのかなみたいなところを考えてきたところの話をしたいなと思っております。先ほどのこのいろんな流れをですね、デプリケーターの中身の話とか、どういうワークフローになっているのかを説明してきたんですけれども、やっぱり一番難しいのが一番左のそもそもビルトインじゃないサードパーティーのジムをわざわざ入れてこういうことをやっていけるかってところに課題があるんじゃないかなというふうに思っております。ファロのように言語に組み込みのビルトインの機能としてこういうデプリケーターみたいなものが組み込まれていたとしたら、ライブラリ作者がこういうものを使って自分のメソッドをデプリケートします。で、デプリケートするだけじゃなくて移行ルールも書いてあげますっていう形でユーザーに配布するっていう形になると、ユーザー側ではそのコードを実行するだけでデプリケーションを解消するので、これは非常に楽なパスになります。ただ妥協したフローとしては、これをライブラリ作者が使わなくて、自分たちのコードベース上に存在しているデプリケーションを解消するためにこのデプリライターのツールを使う。なので自分たちユーザーが自分の見つけたデプリケーションを書き換えるルールを自分で書いて自分で変化させるみたいなこともできなくはないかと思っています。でその場合にやることは非常にシンプルで、先ほどまでライブラリの作者側に書いてもらっていたようなそのデプリライトの宣言とか変換ルールというのをユーザーコード側に移してモンキーパッチで当ててあげるみたいな形ですね。これは非常にシンプルなオープンクラスですけども、似たような手法で適用ができる形になります。
こういったところを考えていて、やはりそうですね、サードパーティーのジムをいきなり突っ込むみたいなところにちょっと難しさはあるなというところだったりとか、まずは一旦自分のコードベース上でのデプリケーションの解決みたいなところで使ってみるみたいなところがまずはファーストステップとしてはいいのかなというふうに考えております。はい、ここまでで4つのチャレンジというところでデプリライターの実装と、あとはその先の展望みたいなところの一部を話してきました。最初の3つの実装の課題は解消できたと言っていいかなと思います。最後の Ruby のエコシステムでどうなっていくかというところについては今後の課題という形になります。ではですね、最後のまとめのところに入っていきたいと思います。はい。現状ですね、私が実装したデプリライター、先ほどのデモでは動いていたんですけども、まだまだ動かないコーナーケースというのがたくさんあってですね、例えば複雑なメソッドの呼び出しの仕方、メタプログラミングで呼び出されているときに呼び出し元を書き換えるみたいなことが難しいだったりとか、あとは DSL が使われているだったりとかっていうときに対応できないので、そういった複雑なところにどう対応するのかしないのかみたいなところを今後調査して研究していないと思っているのが1点目になります。2点目がですね、現在この変換がですね、あまり効率的でないんですね。でどう効率的でないかでいうと、あるメソッド、そのデプリケーション対象のメソッドが呼び出されるたびにこの変換のロジックというのが毎回走ってしまって、もうここもう見たみたいなやつも結構出てきてしまうんですね。でそこは一度もうこの呼び出し元は変換した、もしくはその変換したことを記憶してるから2回目以降は呼び出さなくてもいいよっていうふうに判断できたらそこを省略する。で、そこのパフォーマンスの問題を解消するみたいなところが2点目にあったりします。3番目の問題はですね、今スタンドアローンジェムじゃないっていうところですね。スタンドアローンジェムっていうのは要は全部自前で書いてるわけじゃなくて、内部の変換であったりとかリフの生成みたいなところ別の Ruby のジェムを使っているので、そこの依存性を取り除くみたいなところもある3つ目の課題として挙げています。これが取り除けて、ピュアな Ruby で書けたとしたら、もうちょっとアップストリームに提案するみたいなこともやりやすくなるのかなというふうには考えています。はい、でこれが最後になるんですけれども、このように私が今実装したデプリライターというジェムがあって、できることはいろいろあるんですけれども、現状の課題もまだまだあります。で今回の実装を通じてやっぱ考えたところは、こういうデプリケーションのハンドリングの仕組みみたいなものが Ruby のエコシステム全体であったら面白いんじゃないかなというところは非常に強く思いました。ライブラリの作者っていうふうな表現を今回たくさん使ってたんですけど、その中にはその Ruby 本体の作者も含まれてたりとか、この Ruby 会議に集まっている方々たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そういった人たちが提供する機能がやっぱ早く新しいものを進化していくためにはデプリケートなものを早く消していくとか、ユーザーコードが早く追いついていく。でそこでその苦痛を伴ってアップデートするんじゃなくて、楽にアップデートできていくっていう会社体験が実現できたとしたら、Ruby の進化の速さみたいなものがどんどん上がっていくんじゃないかなということで、結構夢があるなというふうに思っております。はい、4つ目の課題は私の中では未解決だったんですけども、こういった Ruby 会議の場を通じてこのデプリケーションの問題については皆さんと議論できればなというふうに思っております。はい、私の発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。